不動産屋さんの怪談です。このお話は以前は医療関係のお仕事に就いていた男性の方からいただいた、その方のご実家に関わる体験談です。その男性を仮に後藤さんとしておきます。後藤さんはちょうどこの時23年間勤めた病院を退職するところでした。そのお仕事では今まで何十人ものお世話をした患者さんの死後の処理を手がけてきたそうです。顔をきれいにしたり、腸から体液などが出ないように綿を詰めたりもしてきたのですが、その遺体の処理中、周りに誰もいないのに、耳元で聞き覚えのある声がすることがありました。それは今処理しているご遺体の患者さんの声だと気がついたそうです。後藤さんは最初鳥肌が立って怖かったのですが、その後何回もそういった不思議な体験をしたので、人は死んでも霊となって存在し続けるのだと実感したそうです。さて話を戻しますと、そんな後藤さんが育った千葉県北部にある実家では、両親、妹、そして祖父母の6人で暮らしていました。子供の頃は特におかしなことの記憶はなかったのですが、唯一母親が家の中で白いもやが飛んでいると言って怖がっていたことを覚えているそうです。その後、後藤さんは中学高校と進み、いつの頃からか実家でおかしな現象を体験するようになっていきました。何よりも怖かった体験はある真夜中のこと。後藤さんは突然体がずしりと重くなり動かなくなりました。これが金縛りだと分かると、部屋の空気が一変して冷たく感じたそうです。しばらく金縛りに苦しんでいると、部屋の中に誰かがいる気配がしてきました。するとその誰かは後藤さんの布団の周りをスッスッスーッと歩き回ったそうです。そして突然ピタッと歩くのをやめると、後藤さんの耳元で生温かい息がかかるくらい口元を近づけて、ひそ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 と何かをささやいてきました。後藤さんは全身震え上がったそうです。こうしてその後もたびたび夜寝ていると金縛りに遭うようになりました。そして時には誰かに追いかけられたり、首を絞められたりする悪夢を見るようにもなったそうです。他にもまだまだ怪現象は続き、実家を写真に撮るとたくさんのオーブなどの心霊写真が頻繁に撮れたり、誰も触っていないものが急に倒れたり、また家の中で知らない人が一瞬視界の端に見えたりもしました。あまりに怖かったので両親にそのことを話したのですが、どういうわけか取り合ってくれませんでした。おそらく家族の中でこういった現象に悩まされていたのは主に後藤さんだけだったからかもしれません。その後祖父母は他界し、後藤さんと妹さんは結婚を機に新居を構えたので実家を離れました。すると不思議にも後藤さんが実家を出たら、あれだけ自分に起きた金縛りや恐ろしい悪夢などはピタリと収まったということでした。現在はその実家には両親だけが暮らしているそうです。そこで両親も高齢になったので、後藤さんは頻繁に実家を訪れるようになりました。でも後藤さんは実は実家にはあまり帰りたくありませんでした。それは後藤さんは実家を出て、せっかく金縛りも悪夢もなくなったのに、実家に帰ると決まってまた金縛りなどに遭い、体調不良も起きるようになりました。いつしか後藤さんは自分の実家での怪奇現象はひょっとして実家そのものに不可思議な現象を引き起こす何か霊的な原因があるのではと考えるようになりました。そしてそれが家族に良くない影響を与えていたのではと疑っていました。それは後藤さんは病院勤めでたくさんの不思議な体験をしていくにつれ、
霊の存在とその心身に及ぼす影響を知るようにもなったからです。そして後になって気がついたのですが、実家に住んでいた家族全員が何かしらの大病も患っていたのです。母親は脳腫瘍、祖父は肺がん、妹は子宮系、祖母や自分父親も大きな病気をしていました。もしこれらが霊障なら深刻なことで、その元凶は何なのか、後藤さんはずっと考えていたそうです。そんなある日、また後藤さんは実家を訪ねることになりました。その時は妹さんも息子さん2人を連れて帰省していました。後藤さんは久しぶりに会った妹と甥っ子2人の写真を撮ろうと思い、押し入れの襖の前で3人に立ってもらい、カメラのシャッターを切りました。するとその写真には、よく見ると大きな人の顔のようなものが写り込んでいました。後藤さんはすぐそれが心霊写真だと分かったので、妹たちを心配させないように写真は見せなかったそうです。でも後藤さんは直感で、この写り込んだ顔は後ろの押し入れと何か関係があると思い、後日押し入れの中を確認してみたそうです。すると奥から妹さんが生まれた時に買った7段飾りのひな人形が出てきました。後藤さんはハッとしたそうです。そのひな人形の顔が写真に写り込んだ顔とそっくりだったのです。このひな人形は25年もの間押し入れにしまったままだったので、これがすべての心霊現象の原因だと後藤さんは思い、そこで人形供養をきちんと執り行い処分をしました。これで実家の心霊現象はなくなると後藤さんはほっとしたのですが、それは甘い考えでした。やはりその後も後藤さんが実家に泊まると、金縛りや誰かが枕元に現れるなどの現象は収まりませんでした。その時後藤さんは、ひな人形のことは元凶のほんの小さな一部分で、実家で起きる心霊現象の原因は一つではないのではないかと思いました。そこで今なら長年悩まされてきた霊障と向き合う覚悟はできているので、実家に何が起きているのか本気で調べてみようと決心しました。そして家の建物だけでなく、土地やその周りのことも調査したそうです。まず土地柄ですが、特に古戦場だったとか過去に忌まわしいことがあった土地では全くありませんでした。確かにとても近くに古い神社はありましたが、あまり関係はなさそうでした。それよりも気にかかることが出てきました。祖父が40年以上前に敷地内にあった古い井戸を埋めたということが分かったのです。ちゃんと井戸払いをして井戸を埋めてはいないのではと、それが後藤さんはかなり気になりました。ただすでに祖父も他界していたので、詳しいことは両親も分からず確認できませんでした。ところでもう一つ、これもかなり気がかりなことを知りました。それは実家の土地建物ですが、戦前に祖父が借家だったものを大家さんから買い取ったものだったそうです。その大家さんと祖父は大変仲が良く、身寄りのなかった大家さんが亡くなった時、祖父は大家さんを後藤家のお墓に入れて供養したということでした。つまり赤の他人を後藤家の墓に入れてご先祖と一緒にしたということで、果たしてそれが正しい弔い方だったのかは疑問でした。ここまでの調査でも井戸を埋めたこと、他人をお墓に入れたことの大きな2つの怪しい事柄が分かりました。もしそれらの由々しきことが心霊現象を引き起こす主な原因だったとしたら、解決するのはなかなか簡単ではないのではと後藤さんは思ったということでした。その後後藤さんは私にまた再度実家に帰り調査を続けると言って連絡は途絶えたままでした。
そこでここでお話を一区切りすることにしますが、数ヶ月後、突然後藤さんから写真が送られてきました。後藤さんによると、これは実家の心霊現象とは関係ないと前置きをして、実家と同じエリアに気になる場所があって写真に収めてみると、奇妙なものが写ったということでした。それはかなり古くからあるイボ神様で、手ぶれが起きないようにきちんと三脚を立てて何枚か同じアングルを撮ったそうです。これはその時の写真なのですが、1枚目はきれいに鮮明に撮れています。そして2枚目がこれなんですが、三脚を固定して撮ったのに全体がブレたのは妙ですが、よく見るとこの中に大きな顔が映り込んでいるのがわかりますか？この角度だと分かりにくいので、写真を斜めに傾けてみるとよりわかると思うんですが、大きな両目と鼻か口らしきものが写っています。赤で目などを囲ってみました。光調整をするともっと鮮明にわかります。映り込んだものが神か魔物か霊なのかは不明です。でもこういった写真が撮れるということは、後藤さん自身がそれを感じ取る力があり、だから実家で霊障にも悩まされ続けたのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。